こんにちは。今日は超バブルフォカッチャ挑戦していこうと思います。まずこういうのを最近見かけますでしょうか。皆さん見たことありますか？フォカッチャなんですけど、すごいバブル感があるフォカッチャがここ数年流行ってるんですね。で、今日は作ってみたいんですが、左のようにね、映えるのはもちろんなんだけど、右のお写真見てわかるように表面がねカリッとしてるんですね。これがすごく美味しいということで、今日は挑戦してみたいと思います。まず型は野田放浪さんお気に入りアイテムですね。ただこの四角いタイプの耐熱皿、ちょっとしかも大きめのやつっていうのは本当に一番いらんサイズといえばいらんサイズね、日常的に一番使わへんのに場所は一丁前に取るタイプのやつですから、もしかしたらねない方とかもいっぱいいらっしゃると思うんですけど、私ね以前型なしでちょっとフォカッチャ焼いてみましたが全然いけましたんで、型はどっちでもいいのかなっていう気がいたします。では早速やってまいりましょう。生地作りですね。今日はね材料という材料をとにかくしっかり混ぜていくということで、ぬるま湯、いつもお水ですけどちゃんとぬるま湯、そしてお砂糖とイーストも溶いときまして入れていきますね。お水でねちょっと前なんですけどこねないパン作ってみたんですね。そしたら4時間ぐらい経ってもうんともすんとも発酵しないことがあって、もちろんね気温とかもあると思うんですよ。ちょっと寒い日だったですしね。だけどそんな失敗をしましたものでね、ぬるま湯でねやれば済むんやったらちゃんとぬるま湯でやろうということで、今日はねちょっと丁寧にやっていきますね。で最後にオイルを混ぜまして馴染むまで混ぜたら OK ということでしたね。いい感じですかね。ではこれでまず最初の30分待っていこうと思います。発酵1回目ということで、今日はなんとですねこれを計4回やって、でさらに最終発酵、だから本当の発酵計5回ですねしていこうと思います。なんとしてでもバブルフォカッチャをね作ってみたいということで、できる限りの時間をかけて今日は挑戦してみようかなと思いますね。で両手を濡らしまして、ベタベタくっつきますのでしっかりと濡らして4方向から折りたたんでいくっていう作戦で今日はちょっとやってみようかなと思います。ビロロロンと破れないようにやった方がいいということでしたね。で最後に、なんか底の方に何かが溜まってる気がするんで一回ひっくり返して上に持ってきて、気持ちの問題かもしれませんけど、でやっていきますね。でね今日具材にミニトマトを入れようと思って、でねちょっとお家になくてチーズは買ってたんだけどねミニトマトなかったから、この30分の間に走って今買ってきて買ってきてね。でセルフレジでさエコバッグセットしてミニトマトを通そうとしてんけど、なんていうの、最初のなんか重さが違うのか何なのか、スキャンした商品を戻してもう一度スキャンしてくださいみたいなのずっと言われんねんけど、私まだ1個もスキャンしてないねんやわかるエコバッグをセットしただけの状態やのになんかそれ言い出して、で戻りたかって、もう最初からやりたかったから戻りたかったけど戻るボタンもなくてさ、左下にさ店員呼び出しっていうボタンがあってんけどさ、セルフレジでさ絶対その
店員さんを呼び出してなるものかって、なんかそのセルフレジできひんやつみたいに思われるのがさ尺でさセルフレジできひんやつじゃないですけどっていうので、割と5分ぐらい戦っててさ、ミニトマト以外も買ったんやけどちょっとね悪目立ちして走って帰ってきました。で間に合いました。でここまで来ましたねごめんな、しょうもないミニトマトの話来ました。で4回目が終わったら最後ね、オリーブオイルを今日はねすごくしこたまねかけていくんですね。でちょっと形は私はこの型に入るぐらいの感じに整えました。で入れて最終発酵ですね。型に入れない場合はもうこのままドンとオーブンシートに乗せればいいのかなと思います。で今日は2時間待ってみました。大きな気泡ができていて、2倍から 2.5 倍に膨らんでいれば良いということだったんですけれども、どうでしょうか。プルンプルン感はねあります。でまたここでオリーブオイルかけてやっていきますね。あららららちょっと待って、もう一回。あららららららこれねディンプリングとか言ってね、ディンプリングフォカッチャとかで調べると泡吹くのねフォカッチャすごい出てくるんだけど、またダメやったか。ちょっとどうバブルを探していく。どうですか。小さいバブルがあるかないやまたあかんかったか。4時間ですよね。4時間待ってみたんですけどね、今日気温がね15度から18度ぐらいということで、もしかしたらお家の中はもう少し低かったかもしれないです。あったかかったらできたかな。でこれさっき言ってたミニトマトねヘタごと入れるっていうのがすごい可愛かったので見たので、今日はヘタごとちょっとね入れてみますね。とりあえず焼いていきましょう。今日はね210度25分カリッと感が出てたらもうそれでね成功ですから。いかがですか。オイル多すぎたかなと思ったけど、この感じめちゃくちゃ美味しそうです。そしてちょっと明るいところに持ってまいりました。バブル感はやっぱりちょっと少なかったですが、表面ねかなりねカリッと感は出せてると思いますね。かわいいね。トマトかわいいいいね、ヘタごと入れるのいいですね。で多すぎたかなと思ったんですよ、オリーブオイル。だけどこれぐらいでよかったかも。ちょっとこの揚げ焼きにする感じというかね、美味しそうです。ちょっと切ってみますね。どうかなと。大きな気泡がねあるっていうわけじゃないけど、ちょっとトマト落ちました。よいしょと。すごくね美味しそうです。型なしで前作った時の方が気泡は大きかったけど、いやしっとりしててめちゃくちゃ美味しそう。ちょっとねいただきます。バカうま、めっちゃ美味しいです。今日は100点取れてると思います。カリーフは餅最高食感できてますが、
特にもちが強いですね。すっごいもっちりしっとりしてて美味しいです。オリーブオイルね多すぎたかなってねずっと気になってたんですけど、全然そんなことないですね。あれのおかげでやっぱりちょっとカリッと食感もありますし、日にちが経ってからもね食べたんですけど、焼き直したりすると油がねちょっとジュワジュワっとしてすごい美味しかったですね。バブル感だけちょっとね心残りではありますが、味がまあ美味しかったからいいかなっていう気もしますけど、でもねやっぱり映える感じのねあれも一回やってみたいので、今からの季節ねまたちょっとね暖かくなってきますので、もう一回やってみようかなって思いましたね。今日は超バブルフォカッチャ挑戦してみましたが、いかがだったでしょうか。ここまでご視聴いただいた皆さん本当にいつもありがとうございます。また見てね。バイバーイ。